美しく、綺麗、可愛い、ファンタジー好きなら、ワクワクしてしまうその言葉。火をまとったサラマンダ、風に乗るシルフ、水辺に現れるウンディーネ、地中の宝を守るノーム、どっぷりハマった。あの異世界転生ものでもよく聞いた言葉、もう名前だけで、ご飯が進む。火、水、風、土、いわゆる四大生霊。この四属性のイメージは、ゲームやアニメ、ファンタジー小説でも、今なお大人気です。でも本当に精霊って、そんなに綺麗で、可愛くて、人間に優しい存在だったのでしょうか。実は、神話や民間伝承に登場する精霊は、そんなに都合のいい存在ではありません。むしろ、近づき方を間違えると、水の底へ引きずり込まれたり、森で迷わされたり、土地を荒らした罰を受けたりします。いや、結構怖いんです。つまり精霊とは、ただの属性キャラではありません。本当に見るべきなのは、自分たちの知ってる姿ではなく、美しい属性の奥にある、自然への恐れです。今回は、四大精霊だけじゃない、世界の精霊伝説を紹介します。四属性の先にある、世界各地の精霊たち、そして精霊という存在が人間が自然に見ていた恐れと敬意の記憶だったことがわかるかもしれません。それでは神秘と少し怖さが入り混じる精霊の世界へ行ってみましょう。そもそも四大精霊とは何なのか知ってる人もいると思うけど、ここから見ていきます。私たちが普段見ている精霊像はかなり現代的です。ゲームに出てくる精霊、アニメに出てくる精霊、ファンタジー小説に出てくる精霊。そこでは精霊は、属性を担当するキャラクターとして登場します。火属性なら攻撃、水属性なら回復、風属性なら素早い、土属性なら防御。わかりやすいし、なんか見覚えあるかもって人のも多いのでは。これはこれで、かなり完成されたシステムです。火のサラマンダ、水のウンディーネ、風のシルフ、土のノーム。もうこの名前の並びが強すぎに感じてしまう。中二心をくすぐるどころか、もう全力で押してきます。ただ、この四大精霊の背景には、実はかなり古い思想があります。古代ギリシアでは、世界は火、水、風、土といい、4つの元素でできている、という考え方がありました。いわゆる四大元素説です。この考え方を整理した人物として知られるのが、哲学者エンテドクレスです。その後、プラトンやアリストテレスといった、ビッグネームすぎる哲学者たちが登場します。もうね、登場人物がいちいち強い。彼らは、この4つの元素に、熱さ、冷たさ、乾き、湿り、といった性質を重ねていきました。火は熱くて乾いている。水は冷たくて湿っている。風は熱くて湿っている。土は冷たくて乾いている。今の感覚だと、ちょっと理科みたいな授業的なものとも違いますよね。でも当時の人々にとっては、世界の仕組みを理解するための大事な考え方でした。そして、この四大元素に精霊を結びつけた人物として、よく知られているのが、16世紀の医学者であり、錬金術師でもあったパラケルススです。皆さんも一度一緒に。パラケルスス、名前からして強い。パラケルススは、火にはサラマンダ、水にはウンディーネ、風にはシルフ、土にはノーム、というように、元素に属する精霊たちを整理しました。こうして、私たちがよく知る四大精霊のイメージが、形になっていきます。ただし、ここで大事なのは、パラケルススが精霊そのものを、ゼロから作ったわけではない、ということです。彼が整理するずっと前から、世界にはすでに、川に宿る精霊、山に宿る精霊、木に宿る精霊、森に潜む精霊、そうした存在が、たくさん語られていました。つまり、四大精霊は、入り口です。でも、そこが終点ではありません。ここから見ていくのは、火、水、風、土というわかりやすい分類の先にある、もっと古く、もっと奇妙で、時にはかなり危険な精霊たちです。まずは、水の精霊から見ていきましょう。水は、命に欠かせないものです。飲み水になる、作物を育てる、人の暮らしを支えてくれる。だから水は、古くから神聖なものとして扱われてきました。しかし同時に、水は人を殺します。川に流される、湖に沈む、海に飲まれる、深い水の中で、人は簡単に力を失います。だからこそ、水の精霊は、美しさと危険を同時に持っていることが多いんです。まず有名なのが、ウンディーネです。ウンディーネは、水の元素を司る精霊として知られています。湖や泉、川や滝のそばに現れる、美しい女性の姿をした存在です。ここだけ聞くと、かなり幻想的です。月明かりの湖、静かな水面、そこに立つ美しい女性、映像としては最高ですね。ただ、ウンディーネの本質は、ただ美しい水の乙女ではありません。一部の伝承では、ウンディーネは本来、魂を持たない存在だとされます。しかし、人間の男性と結ばれることで、
魂を得ることができる。水の精霊が、人間の愛によって魂を得る。なんかロマンがありますよね。かなり美しい話です。でも、よく考えると、かなり危うい話でもあります。ウンリーネは人間ではありません。水の世界に属する存在です。その存在が、人間の世界に入ろうとする。その時点で、境界がかなり揺らいでいます。人間にとっては愛でも、精霊にとっては契約かもしれない。人間にとっては結婚でも、精霊にとっては魂を得るための、危険な越境かもしれない。しかも、こういう話には大体出てきます。約束、禁忌、タブ、来ました。私たち神話好きにはおなじみの神話フラグ、ウンリーネの物語では、約束が破られた時、恋は一気に悲劇へ向かいます。水は、形を持ちません。掴もうとしても、指の間からこぼれていく。静かに見えて、深さを隠している。だからウンリーネは、水そのもののような存在です。美しい、近づきたい。でも、完全には所有できない。人間が水を支配しようとした瞬間、その関係は悲劇に変わるのです。次に、ギリシア神話のナイアードです。ナイアードは、泉や川、湖や小川に結びついた、淡水の妊婦です。ざっくり言うと、その土地の水に宿る精霊ですね。ここで面白いのが、ギリシア神話では、水の精霊もかなり細かく分かれていることです。泉や川ならナイアード、海の妊婦ならネレイド、太陽に結びつく存在ならオケアニド、水なら全部一緒、ではないんです。なぜなら、水にも性格があるからです。泉には泉の気配がある。川には川の流れがある。海には海の荒々しさがある。昔の人々は、その違いをちゃんと見ていました。だからナイアードは、ただの水の精霊ではなく、その土地の水の人格とも言えます。旅人は泉に供え物をし、農民は雨や豊穣を祈る。遠い神様というより、その土地にいる隣人のような存在だったんですね。ただし、水辺の精霊はいつも優しいわけではありません。ここから一気に怖くなります。スコットランドの伝承に登場する、ケルキーです。ケルキーは、川や湖に現れる、馬の姿をした水の精霊です。一見すると、美しい馬です。静かに立っていて、人間に害を与えなさそうに見える。でも、それが罠です。近づいた人間が、その馬に触れたり、背中に乗ったりすると、ケルキーはそのまま水の中へ走り出します。そして、人間を深い水へ引きずり込む。いや、怖すぎるんですが、しかも怖いのは、ただ力が強いからではありません。ケルキーの本当の怖さは、人間の好奇心を利用するところにあります。美しい馬がいる。少し近づいてみたい。乗ってみたい。その一瞬の油断を、水の精霊は待っている。つまりケルキーの物語は、ただの怪物退治ではありません。知らない水辺に近づくな。美しいものを安全だと思い込むな。自然を軽く見るな。そういう警告なんです。さらに、ゲルマン系の伝承には、ニクシーという水の精霊がいます。ニクシーは、一つの顔を持ちません。美しい乙女になることもあれば、老女になることもある。半分人間、半分魚のような姿で語られることもあります。時には姿を見せず、水の中から音楽だけを響かせることもある。この時点で、だいぶ信用できません。人間は、音に引き寄せられます。暗い湖、誰もいない水辺、そこから、どこからともなく美しい音楽が聞こえてくる。不気味だと分かっていても、確かめたくなる。この、確かめたくなる気持ち、それが罠です。ニクシーは、人間の好奇心を利用します。無理やり引きずっていくのではありません。人間が自分から近づくように仕向ける。ここが本当に怖いところです。精霊の誘惑とは、命令ではありません。恋、というのではなく、来たくなるように見せるのです。こうして見ると、水の精霊たちは、水の二面性そのものです。水は命を与える。しかし、同時に命を奪う。水は美しい。しかし、そこが見えない。水は近くにある。しかし、完全には支配できない。だから昔の人は、水辺に精霊を見たのかもしれません。水面が静かなほど、その下に何かがいそうで怖い。この感覚、なんとなくわかりますよね。次は、木の精霊です。木の精霊と聞いて、最初に思い浮かぶのは、やはりサラマンダーでしょう。サラマンダーは、木の元素を司る精霊として知られています。現代の感覚では、炎のトカゲ、あるいは小さなドラゴンのように描かれることが多い存在です。もう見た目からして、完全に火属性です。しかし、このサラマンダーの元になったのは、本来は現実にいる両生類のサンショウウオです。サンショウウオは、別に火の中で暮らしているわけではありません。普通に考えれば、水辺の生き物です。それなのに、なぜ火の精霊になったのか、ここが面白いところです。昔の人々は、燃える焚き木の中からサンショウウオが逃げ出してくるのを見たと言われます。実際には、湿った木の中に隠れていたサンショウウオが、
気をつけられて逃げ出しただけだったのかもしれません。でも、それを見た人々はこう考えました。この生き物は木の中から現れた。つまり、木に耐えられるのではないか。もしかすると、木の中に住んでいるのではないか。なかなか大胆です。でも、神話や伝承は、こういう見間違いや驚きから生まれることがあります。木は普通、すべてを焼きます。木も、布も、肉も、命も、木の前では形を失います。しかし、その火の中に生きるものがいるとしたら、それはもう、ただの動物ではありません。木に属する存在です。つまりサラマンダーは、単なる非属性モンスターではなく、破壊の中に生きるもの、という不思議な存在でした。木は怖い。でも、木は変化も生みます。鉄を鍛える。食べ物を調理する。夜を照らす。古いものを焼き尽くして、新しいものを生む。だからサラマンダーは、木の破壊だけではなく、変容や再生のイメージも背負っています。木属性、思ったより奥が深いです。しかし、木の精霊は、燃え盛る存在ばかりではありません。暗闇で静かに光る日もあります。それが、ウィル・オ・ザ・ウィスクです。日本語では、鬼火や人魂のように訳されることもあります。夜の湿地や沼地に現れる、小さな光、遠くでゆらゆらと揺れている。旅人からすれば、それは灯に見えます。誰かがいるのかもしれない。道しるべかもしれない。安全な場所へ導いてくれるのかもしれない。でも、その光についていくと、道を外れてしまう。ぬかるみに足を取られ、沼地へ迷い込み、戻れなくなる。ここでも、精霊は直接襲ってきません。ただ、そこに光っているだけです。でも人間が勝手に期待して、勝手についていき、勝手に迷ってしまう。かなり怖い話です。なぜなら、これは人間の弱さの話でもあるからです。暗い道で不安な時、遠くに光が見えたら、人はそこに希望を感じます。でも、その希望が本当に安全かどうかはわからない。ウィル・オ・ザ・ウィスプは、木の精霊というより、暗闇で何かにすがりたくなる人間の心を映した存在にも見えます。なんか心に刺さりますね。そして、木が自然を罰する側に回る伝承もあります。ブラジルのボイタタです。ボイタタは、燃える目を持つ巨大な火の蛇として語られます。野原や森、川岸を守り、土地に火を放つ人間を罰する存在です。木の精霊というと、普通は破壊のイメージがあります。しかしボイタタは、木で自然を壊すものを、木によって罰する存在です。つまり、木が自然を守る側に回っている。ここが面白いところです。人間が火を使って自然を傷つけた時、今度は火そのものが人間へ牙を向く。これはただの怪物の話ではありません。自然を便利な資源としてだけ見るな。森を燃やしてもいいと思うな。土地には、人間より古い秩序がある。そういう警告として見えてきます。さらにヨーロッパには、木の男たちと呼ばれる伝承もあります。炎をまとった人間のような姿で、夜の野原や道に現れる存在です。一部の伝承では、生前に境界石を動かして、隣人の土地を盗んだ者が、死後に炎の姿となってさまようとされます。ここで火は、自然現象ではありません。裁きの形です。人間が土地の境界をずらす。少しだけ並ばれないと思う。自分の取り分を増やそうとする。でも、その行為は土地に記憶される。そして、その罪が火となって現れる。人間は忘れても、土地は覚えている。いや、かなり怖い表現だし。根深そう。そしてもう一つ、木の存在として忘れられないのが、ジンです。ジンは、イスラムの伝統に登場する存在で、煙のない火から作られたとされます。ヨーロッパの妖精とは、少しタイプが違います。かなり神学的で、知性を持ち、人間とは別の世界を生きる存在です。良い人もいれば、悪い人もいる。独自の社会や信仰を持つとも考えられます。ざっくり言えば、炎から生まれた、人間とは別種の知性です。スケールが大きい。サラマンダーが火に住む精霊なら、ジンは火から生まれた知性。同じ火でも、だいぶ方向性が違います。こうして見ると、木の精霊たちは、破壊だけを表しているわけではありません。変化、誘惑、罰、守護、知性、木という元素には、それだけ多くの顔があるのです。次は、土の精霊です。土の精霊として有名なのが、ノームです。ノームは、小さな老人のような姿で描かれることが多い存在です。長い髭を生やし、地中に住み、鉱石や宝石、地中の財宝に詳しい。現代的に見ると、職人タイプの小人、あるいは、庭に置かれる人型のような、親しみやすい存在に見えるかもしれません。でも、ノームの本質は、可愛らしさではありません。ノームは、地下にあるものを守る存在です。人間の目には見えない場所、地面の下、鉱脈、洞窟、うずもれた宝、そうしたものを知っている。つまりノームは、地中の記憶を持つものです。ここで大事なのは、地中の宝は、人間が勝手に取っていいものとは限らない。
ということです。土の中にあるものは、ただ眠っているのではない。守られている。誰かが見ている。そう考えると、ノームの印象は変わります。小さくて可愛い土の精霊ではなく、地中の財宝と秘密を管理する、かなり古い存在に見えてきます。土は、人間の生活を支えます。家を建てる、作物を育てる、道を作る、墓を作る。人間は土の上で生き、最後には土に帰ります。つまり土は、ただの足場ではありません。命と死の両方に関わる場所です。その土の奥にいるノームは、地面がただの物質ではなく、記憶と力を持つ場所だと教えてくれます。次に、フィリキンの伝承に登場する、布サプンソです。これは、アリ塚や土の盛り上がりに住むとされる、小さな老人のような精霊です。名前には、塚の老人、という意味合いがあります。一見すると、少し地味な存在に思えるかもしれません。巨大な火の蛇に比べると、だいぶ小さいです。でも、この小ささが逆に怖い。布サプンソは、人がその住処を踏んだり、乱暴に扱ったりすると、病気や痛み、腫れなどをもたらすとされます。つまり、何気なく踏んだ地面が、誰かの家かもしれない。ここが重要です。人間にとって、地面はただの足元です。歩く場所、通り過ぎる場所、気に求めない場所。でも、伝承の世界では、その地面にも住人がいる。だから、勝手に踏み荒らしてはいけない。フィリキンでは、そうした場所を通るときに、たびたびと、つまり、すみません、通ります、というような言葉をかける文化があると言われます。これ、かなり面白いですよね。相手が見えなくても、そこにいるかもしれないから、一言断る。迷信といえば、そうかもしれません。でも別の見方をすれば、土地への礼儀です。人間だけが世界の住人ではない。見えない存在にも場所がある。だから、自分の足元にさえ敬意を払う。この感覚は、かなり大事です。次は、インド神話の役者です。役者は、自然や大地、木の根、地下の財宝、豊穣と結びつく精霊的な存在です。基本的には、恵みをもたらす存在として語られます。ただし、完全に優しいわけではありません。ここが精霊らしいところです。敬意を持って向き合えば、豊かさを与える。しかし、乱暴に踏み込めば、危険な存在にもなる。この二面性が、大地そのものに似ています。大地は作物を育てる。でも、人間の都合だけで動くわけではない。恵みをくれる。しかし、すべてを奪っていいわけではない。役者は、大地の豊かさと、それを守る力を表した存在だと言えます。ちなみに、役者の王として有名なのが、富の神クベーラです。財宝の守り手という意味では、ノームにも少し近いですね。地下には宝がある。でも、それは当然のように取っていいものではない。そこには守り手がいる。神話って、そこをちゃんと見ているんですね。そして、土の精霊は地下だけではありません。ギリシア神話には、オレイアドと呼ばれる山の妊婦がいます。山や洞窟、高い場所に結びついた精霊です。ノームが地下にある土の精霊だとすれば、オレイアドは、地上へ高くそびえる土の精霊です。山は、ただの土の塊ではありません。風が吹き、水が湧き、森が広がり、雷が落ち、霧がかかる。そして何より、人間の世界と神々の世界の境目のように見える。だから山には、精霊が宿るのです。土は、低い場所にあるだけではありません。高くそびえる山にもなる。そこにいるオレイアドは、大地の高さと神聖さを表す存在なのかもしれません。次は、風の精霊です。四大精霊で風を司る存在といえば、シルフです。シルフは、空気のように目に見えず、絶えず動き回る存在として語られます。姿を表すときは、細く美しい人間の少女のように描かれることもあります。現代では、小さな羽を持つ妖精のようなイメージも強いです。かなり可愛らしい印象ですよね。でも、風というものをよく考えると、シルフもまた不思議な存在です。風は見えません。でも、確かにあります。木の葉が揺れる。雲が流れる。肌に冷たさを感じる。音が運ばれてくる。姿はないのに、そこにいることだけはわかる。これが風です。だからシルフは、形のないものに与えられた姿だと言えます。見えないけれど、確かに働いているもの。掴もうとしても、掴めないもの。そこに人間は、精霊を見たわけです。ただ、風はいつも優しいとは限りません。涼しさを運ぶ風もあれば、嵐の前触れになる風もある。作物を揺らす風もあれば、家を倒す風もある。風は自由です。だからシルフも、人間の管理下には入りません。可愛いからといって、飼えるわけではない。ここが大事です。精霊は、人間の所有物ではありません。次に、ギリシア神話のアウライです。アウライは、そよ風の妊婦たちです。彼女たちは、嵐ではありません。破壊的な風でもありません。肌の温度を変えるような、柔らかい空気の流れ、草原を撫でる風、
静かな自然の中を通り過ぎる、目に見えない動き、そうしたものに一角を与えた存在です。ハウライは、空気が空っぽではないことを教えてくれます。何も起きていないように見えても、空気は動いている。風は、世界の呼吸なのです。なんか綺麗ですね。一方で、スラブの風の精霊には、もっと予測不可能な存在があります。姿がはっきりしない。突然現れる。急に方向を変える。そしてすぐに消える。まさに風です。自由すぎて、約束の時間とか守らなそうです。風は、遠くから声を運びます。匂いを運びます。時には、不吉な気配や知らせを運ぶとも考えられました。つまり風は、ただ空気が動いているだけではない。何かを運んでくる。何かの意思を伝えてくる。そう感じられていたのです。北米先住民の伝承には、旋風に結びついた存在もいます。渦を巻く風、砂や埃を巻き上げ、目に見えない空気が一瞬だけ姿を持つ。ここで風は、ただの自然現象ではなく、知識や変化をもたらす存在として語られます。風は通り過ぎる。でも、去った後に何かを残す。この感覚は、とても神話的です。さらにギリシア神話には、アネモイと呼ばれる風の神々もいます。北風のボレアス、西風のゼキュロス、南風のノトス、こちのエウロス。彼らは精霊というより神々ですが、風がただ一種類ではなく、方角や季節によって性格を持つものとして理解されていたことがわかります。冷たい北風、春を運ぶ西風、嵐を連れてくる南風、不安定なこち、風にも顔がある。そう考えたとき、目に見えない空気は神話の登場人物になっていくのです。ここまで、火、水、風、土に関係する精霊たちを見てきました。でも、ここで一つ、疑問が出てきます。森は何属性なのでしょうか？雷は何属性なのでしょうか？山は土属性でいいのでしょうか？いや、そう言われると、ちょっと足りない感じがありますよね。木は土から生えます。水を吸います。風に揺れます。太陽の光を浴びて育ちます。雷は空で鳴り、光、雨を呼び、大地に落ちます。森は土も水も風も光も含んでいます。つまり自然は4つに分けられるようで、実際にはかなり混ざり合っています。だから精霊も、種属性だけでは説明しきれません。ここから、いよいよ種属性の先へ進んでいきます。まずは、森の精霊です。ギリシア神話には、ドライアドと雪の妊婦がいます。ドライアドは、森や木々に深く結びついた精霊です。中でも、マドリユアスと呼ばれる存在は、一本の木と命が結びついているとされます。その木が生きている限り、精霊も生きる。その木が倒されれば、精霊も死ぬ。ここ、かなり重要です。木を切るという行為は、ただ木材を取ることではない。そこに宿る命を奪うことでもある。これは、環境保護という言葉が生まれるずっと前から、物語の中にあった自然への敬意です。そして日本には、小玉があります。小玉は、古い木や深い森に宿る霊的な存在です。姿がはっきりしているわけではありません。小さな光のように感じられることもあれば、山に響く声として意識されることもあります。山で声を出すと、遠くから声が返ってくる。現代なら、音の反射だと説明できます。でも昔の人は、そこに山焼きからの返事を感じたのかもしれません。こちらが呼びかける。向こうから声が返ってくる。誰かがいる。見えないけれど、確かにいる。この感覚です。小玉は、派手な怪物ではありません。人を襲うラスボスでもありません。でも、古い木を切れば災いが起きる。森を粗末にすれば、何かが失われる。そうした感覚と結びついています。つまり小玉は、森を守るための恐怖でもあり、森に敬意を払うための存在でもあるのです。次に、北米先住民の伝承に登場する、サンダーバードです。日本語では雷鳥とも呼ばれます。巨大な鳥が翼を打つと雷が鳴り、目やくちばしから稲妻が走る。スケールが大きすぎます。終盤のボスか、伝説級の召喚獣です。でもサンダーバードは、単なる破壊者ではありません。嵐を起こし、雷を鳴らし、雨をもたらし、世界の均衡を守る存在として語られます。嵐は破壊をもたらします。でも、雨ももたらします。雨が降るから、大地は潤い、草木が育ち、命が続いていく。つまりサンダーバードは、恐怖と恵みの両方を持つ存在です。ここが自然信仰らしいところです。怖いから悪、優しいから善。そう簡単には分けられない。雷は怖い。でも雨は必要です。木は怖い。でも火がなければ人間は生きにくい。水は怖い。でも水がなければ命は続かない。自然はいつも矛盾を抱えています。精霊は、その矛盾に姿を与えた存在なのかもしれません。そして、スラブの森の精霊、ベーシーです。ベーシーは、森の近くにいる精霊ではありません。森そのものの気分やルールを、人の姿にしたような存在です。
野生動物を守る一方で、森に入った人間を迷わせることもあります。声を真似る、笑い声を聞かせる、動物や風、霧の姿になる、道を知っているはずの人間さえ、同じ場所をぐるぐる歩かせる。いや、かなり嫌なタイプです。でも、レイシーは単なる悪者ではありません。森を軽く見る者、森を自分のものだと思う者、そういう人間に、森のルールを思い知らせる存在です。森は生きている。森は人間のものではない。レイシーは、その事実を教えてくれるのです。こうして見ると、種属性だけでは説明できない生霊たちは、自然の分類ではなく、場所そのもの、現象そのもの、気配そのものに宿っています。森、木、山、雷、そこに人間は、ただの自然現象ではなく、意志を感じたのです。最後に、第5元素エーテルです。火、水、風、土、この4つは、私たちにもわかりやすい元素です。火は見える、水は触れられる、風は肌で感じられる、土は足元にある。つまり、どれも人間の生活に近いものです。でも古代の人々は、この4つだけでは世界を説明しきれないと考えました。なぜなら、空の上には、人間の手が届かない世界があるからです。星がある、月がある、太陽がある、青く澄んだ空がある、雲のさらに上に、神々の領域があるように見える。では、その天上の世界は、なんでできているのか。そこで考えられたのが、第5元素エーテルです。エーテルは、火、水、風、土とは違います。地上の物質というより、天上の澄んだ光、神聖な空気、人間の届かない高い領域を満たすものとして考えられました。ざっくり言えば、人間が触れられない、神々に近い世界を満たすものです。火のように燃えるわけではない。水のように流れるわけでもない。風のように吹くわけでもない。土のように重く沈むわけでもない。でも、空の上には何かがある。光に満ちた、清らかな領域がある。古代の人々は、そこにエーテルを見たわけです。ここで面白いのは、エーテルがただの追加属性ではないことです。ゲームなら、火、水、風、土に続く5番目の属性として扱われるかもしれません。光属性、星属性、空属性、これはこれで、だいぶかっこいいです。でも、神話や哲学の中のエーテルは、少し違います。エーテルは、四属性に並ぶもう一つの属性というより、四属性の上にある世界観です。地上の自然を超えた、天上の秩序、人間が見上げるしかない、届かない場所、そこにあるものです。つまりエーテルは、分類の完成ではありません。むしろ、分類の限界を示しています。人間は世界を分けようとします。火は火、水は水、風は風、土は土。そうやって分けると、分かった気になります。でも、空を見上げると、その分け方では届かないものがある。星の動き、天の光、神々の領域、死後の世界、霊魂の行き先、そういうものは、火、水、風、土だけでは説明できません。だから、エーテルという考え方が生まれたのかもしれません。これは、精霊の話ともつながります。精霊もまた、見えるものと見えないものの境界にいます。木は見える、でも小玉は見えない。水は見える、でも水の底にいる精霊は見えない。森は見える、でも森の気配はつかめない。雷は見えるし聞こえる。でも、なぜあんなにも恐ろしく、なぜあんなにも神聖に感じるのかは、簡単には説明できない。そこに人間は、精霊を見ました。つまり精霊とは、見える自然と、見えない意味の間に立つ存在です。だから、四属性の先に進むということは、新しい属性を追加することではありません。もっと深い話です。自然を、物質として見るだけではなく、意味を持つ存在として見る。水は水である。でも同時に、命であり、誘惑であり、死でもある。火は火である。でも同時に、破壊であり、再生であり、罰でもある。森は森である。でも同時に、迷いであり、守りであり、人間が踏み込みすぎてはいけない領域でもある。空は空である。でも同時に、神々に近い場所であり、人間が届かない世界でもある。こうして見ていくと、精霊の世界は、自然の分類ではなく、自然の読み方だったことがわかります。ここまで、世界各地の精霊を見てきました。ウンディーネ、ナイアード、ケルティ、ニクスイ、サラマンダー、ウィル・オザ・ウィスク、ゴイタタ、ジ、ノーム、ヌノサクンソ、役者、オレイアド、シルフ、ハウライ、アネモイ、ドライアド、コダマ、サンダーバード、レイシー、そして、第5元素エーテル、並べるだけで、だいぶお腹いっぱいです。精霊界、濃すぎます。一見すると、これらはバラバラです。地域も違う、姿も違う、水の乙女もいれば、木の蛇もいる、木に宿る者もいれば、空を覆う鳥もいる。でも、よく見ると、共通しているものがあります。それは、自然をただのものとして見ていない、ということです。川は、ただの水の流れではない。森は、た
ただの木の集まりではない。火は、ただ燃える現象ではない。土は、ただ歩く場所ではない。雷は、ただの気象ではない。その奥に、何かがいる。何かが見ている。何かが反応する。そう考えることで、人間は自然と向き合ってきました。ここで誤解したくないのは、昔の人は自然の仕組みを知らなかったから、精霊を信じた、という単純な話ではないことです。もちろん、現代の科学で説明できることはたくさんあります。山彦は音の反射です。湿地の光には自然現象としての説明があります。雷は大気中の放電です。でも、科学で説明できることと人間がそこに何を感じるかは別の話です。雷の仕組みを知っていても、激しい雷鳴の下に立てば怖い。水の性質を知っていても、夜の湖を覗き込めば不気味です。森の地図を持っていても、深い山の中で方向を失えば、何かに見られているような感覚になる。つまり精霊は、無知から生まれただけではありません。自然を前にした時の人間の感覚から生まれたものです。怖い、でも美しい。恵みをくれる、でも奪うこともある。近づきたい、でも踏み込みすぎてはいけない。この矛盾した感情に、姿が与えられたもの、それが精霊です。だから精霊は、自然に人格を与えた空想、というだけではありません。むしろ、自然を軽く見ないための知恵です。川には近づき方がある。森には入り方がある。木には扱い方がある。土地には踏み方がある。古い木には、切ってはいけない理由がある。見えないものにも、礼を尽くすべき時がある。そういう感覚を、物語として残したもの、それが、世界各地の精霊伝説なのです。